はい。漫画先輩だよ。ね、今日も漫画について学んでいこう。そして、これが見れる頃にはいいジャパニーズ漫画ができるようになっている。そして、前回はコマ終わりの話をしたんだと思うんだけど、今日は大駒のビッグコマを話す。ね、スピーキングって言ったけど、それは嘘だ。This is lie. 今日は、やっぱり、枠線の話からします。枠線 is this. ね、ここに今回漫画家ミスター木下パーフェクト原稿ですじゃーん。おー、すごい。 This is real 漫画原稿 Making now 今作ってるよということですね。枠線 is 枠線周りの線これです。原稿 This is 原稿ね。これ原稿 This is 原稿で、これ枠線これこの線ラインを枠、これ枠これ枠そしてラインが線で枠線はとてもバリエーションがある。枠線 is veryバリエーション。まず、太さいこう。ボールと。太さ、合ってるのか太い。太さは割とフリー。だいたい 0.5 ミリから2ミリぐらいかな。これ、ライン幅。ね、あとはもう一個。ここの縦横。正確には、ここの幅。これ、縦。ここは狭い。つまり、ナロー。ここはワイド。OK。それがジャパニーズスタイルで、ここのワイドさは割と自由なんだけど、だいたい6ミリから10ミリぐらいがアベレージ。少年ジャンプだとここが結構大きい。10ミリとか。でも他の雑誌だと6ミリとかね、8ミリとかだったりする。で、だいたい8ミリ、2ミリとかね、そんな感じですね。が多いんじゃないかな。それから、あとは他にも、ここを黒く塗る、ブラック。こういうこともある。ブラック効果。ブラック効果。エフェクト。ブラックエフェクトは、過去だから、long time ago past。ね、過去シーンを書くときには、こう黒く塗ることが多い。もしくは、過去にするときには、角を丸くする。コーナーを丸く。ね。サークル。ね。すると、過去っぽくなったりするよ。だから、枠の形によって出す効果っていうのがいろいろあったりする。さあ、他に、じゃあ、このね、枠線ね、原稿、枠線、メイキング。どうやって書くか。ね。っていう時に、カラス口。アイテム、カラス口。これ、カラス口。ね。これは、こんなアイテム。これ、作画アイテム。カラス口、ペンの種類。で、インクをここに入れる。で、ピーって引く。そうすると、枠線できる。ね。っていうもの。で、昔の日本の漫画の描き方見ると、枠線は、もうこれで書くと。カラス口だ。これカラス口をですね、クローマウスという意味ね。カラスの口に似てるでしょみたいなね。ルーリングペン。ね。ルーリングペンのことです。先に言えよっていうね。で、これで、この線っていうのは書くものなんだよと。日本の漫画の書き方の本にはよく書いてあったが、そんなものは嘘だ。ね。This is lie. ね。こんなので書いてるやつは一人も見たことない。誰がこれ見よがしにそんなこと言い始めたね。今、ほとんどもう、だいぶ昔から、もう今ね、ミリペンですよ。ミリペン、0.8 くらいのミリペンで書いてる人がほとんどなんじゃないのか。それミリペンってどんなのっていうのは、こんなやつ。ね。ミリペンでピッて引くのがもう普通ね。そっちの方が綺麗だし簡単ね。そしてさらに言えば今はもうみんなクリップスタジオね。みんなクリップスタジオでやってるね。だからそんな時代になってるよ。じゃあ最後コマ、もちろんこれコマを
作る枠線なんだけど、結局これで、時間経過とかを示したり、もうそれだけで物語としての効果を生むこともある。ね。だから、例えば、こんな感じで、枠線ってやることによって、時間が過ぎる。タイム。何時間が過ぎる。何ですかこれ、タイムパッシングですね。みたいなのを表したりすることもできるから、枠線は意外ともこれだけで表現手段になることもある。表現手段。はい。何ですか表現手段。way to express。よし。うん。じゃあまたね。そんな感じだ。枠線にも気をつけよう。じゃあまた次回は断ち切りの話をするよ。断ち切りです。断ち切り。右下に登録ボタンがあります。それをぜひお願いします。Now、プッシュ、プリーズ。じゃあまたね。